こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は以前紹介したダイソー産の材料で編むこちらのショルダーバッグの底板が最近売っていないので、底部分の編み方を紹介していきます。使用する材料はダイソー産のマクラメヤーンを使って編んでいきます。底部分は1玉で編めます。かぎ針は5号を使って編んでいきます。それでは編んでいきましょう。最初に鎖27目編んでいきます。ここから鎖27目編みます。1、2、3、4、5、6。この繰り返しで27目編んでいきます。これで最初の鎖27目が完成です。1段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、細編みを1周編んでいきます。鎖27目編み終えたところから鎖1つで立ち上げます。ここから細編みを27目編んでいきます。鎖の裏山に針を入れて1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目、6つ目。この繰り返しで直線部分の細編み27目を編んでいきます。直線の細編み27目が編めました。細編みをもう一つ編んで、反対側も細編み27目を編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目。この繰り返しで反対側も細編み27目編んでいきます。
細編みを27目編んできました。最後に細編みをもう一つ編んで、これで1段目の細編み56目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を6回入れていきます。1段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。1つ目は増し目になります。増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。1つ目に細編みを1回、2回編みます。これが1つ目の増し目になります。ここから直線部分は細編みを25目編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目。この繰り返しで直線部分は細編みを25目編んでいきます。1つ目の増し目から直線の細編み25目が編めました。ここから角の3目は増し目を3回編みます。1つの編み目に細編みを2回、次の編み目も増し目になります。次も増し目を編みます。角の3目に増し目が3回編めました。ここから直線は細編みを25目編んでいきます。1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、5つ目。この繰り返しで直線の細編み25目を編んでいきます。直線の細編み25目が編めました。最後の2目は増し目を編みます。増し目を1回、最後の編み目も増し目を1回編みます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらです。増し目を6回入れます。2段目の編み終わりから続けて編んでいきます。1つ目が細編み、2つ目に増し目を編みます。ここから直線は細編みを25目編んでいきます。
この繰り返しで直線の細編み25目を編んでいきます。直線の細編み25目が編めました。ここから細編み、増し目を3回繰り返します。細編み、増し目、細編み、増し目、細編み、増し目。ここから直線は細編みを25目編んでいきます。この繰り返しで直線の細編み25目を編んでいきます。直線の細編み25目が編めたら、細編み、増し目を2回繰り返します。細編み、増し目、細編み、増し目。これで3段目が完成です。4段目の編み図がこちらです。3段目の編み終わりから続けて編んでいきます。1つ目は増し目を編んで、細編みを2回編みます。ここから直線は細編みを25目編んでいきます。直線の細編み25目が編めました。ここから増し目、細編み2を3回繰り返します。1つ目が増し目、細編みを1回、2回、これをあと2回繰り返します。増し目、細編みを2回、増し目、細編みを2回、増し目が3回編めたら、直線は細編みを25目編んでいきます。細編みを25目編んできました。
ここから増し目1、細編み2を2回繰り返します。増し目、細編みを1回、2回、増し目、細編みを1回、2回。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。最初に細編み3、増し目1を編みます。細編みを1回、2回、3回編んで増し目を1回編みます。ここから直線は細編みを25目編んでいきます。直線の細編み25目が編めたら、細編み3、増し目1を3回繰り返します。細編みを1、2、3回編んで増し目を1回、これをあと2回繰り返します。細編みが3回編めたら増し目を1回、細編みが3回編めたら増し目を1回、増し目が3回編めたら、ここから直線は細編みを25目編んでいきます。直線の細編み25目が編めたら、細編み3、増し目1を2回繰り返します。細編みが3回編めたら増し目を1回、細編みが3回編めたら増し目を1回、これで5段目が完成です。6段目の編み図がこちらです。最初に細編みを1回編みます。2つ目は増し目を編みます。ここから細編みを3回編みます。
1つ目、2つ目、3つ目。ここから直線は細編みを25目編んでいきます。直線の細編み25目が編めたら、細編み、増し目、細編み3を3回繰り返します。細編み、増し目、細編みを1、2、3。これをあと2回繰り返します。細編み、増し目、細編みを3回、細編み、増し目、細編みを3回、ここから直線は細編みを25目編んでいきます。直線の細編み25目が編めたら、細編み、増し目、細編みを3回、細編み、増し目、細編みを3回、これで6段目が完成です。7段目の編み図がこちらです。最初に細編み5、増し目1を編みます。細編みを1、2、3、4、5編んで増し目を1回編みます。ここから直線は細編みを25目編んでいきます。直線の細編み25目が編めたら、ここから細編み5、増し目1を3回繰り返します。
細編みが5回編めたら増し目を1回、細編みが5回編めたら増し目を1回、細編みが5回編めたら増し目を1回、増し目が3回編めたら直線は細編みを25目編んでいきます。細編み25目編めたら細編み5、増し目1を2回繰り返します。細編みが5回編めたら増し目を1回、細編みが5回編めたら増し目を1回、これで7段目が完成です。8段目の編み図がこちらです。最初に細編みを2回編みます。増し目を1回編んで細編みを4回編みます。ここから直線は細編みを25目編んでいきます。細編みが25目編めたら細編みに増し目、細編み4を3回繰り返します。細編みを2回編んで増し目を1回、細編みを4回編みます。細編みを2回編んで増し目を1回、細編みを4回
編みます。細編みを2回編んで増し目を1回、細編みを4回編みます。ここから直線は細編みを25目編んでいきます。細編みが25目編めたら、細編みを2回編んで増し目を1回、細編みを4回編みます。細編みを2回編んで増し目を1回、細編みを4回編みます。これで8段目が完成です。8段目まで編むと98目で、底板に編んだ時と同じ目数になります。この続きはこちらの動画の2段目からになります。若干底板より細長い形になるので、横幅が広めのバッグになるかもです。もし編んだ方がいましたら、ハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけると嬉しいです。底部分を編んで1玉使わないぐらいで済みました。底板がなくて困っている方はぜひ参考にしてください。次回の動画はこちらの底を使って違う形のバッグの編み方を紹介していきます。お楽しみに。動画について質問したい方はメンバーシップのご登録をお願いします。またサイズ変更や編み方の変更など個別の相談もできる新しいプランも新設しました。メンバーシップ限定の動画も少しずつアップしています。この動画がちょっとでも参考になったよという方は、いいねボタンやコメントで応援していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。